突然びっくりするわね。これから出かけなくちゃならないのに、雨が降ってくるなんて。そうだ、この機会にこの間買った、レインコートを使ってみようかな。どこにしまったかしら。何をゴソゴソしてるんだ？レイム。あら？マリサ。雨が降ってきたから、この間買ったレインコートを使おうと思って。ああ、この間買ったやつか。買ったはいいけど、使う機会がないって嘆いていたもんな。せっかくの機会だから使おうと思って、探していたのよ。突然降り出してきたもんな。さっきの雷もすごかったんだぜ。そうよね、突然光ったと思ったら、大きな音が鳴るんだもん。びっくりしちゃったわ。でも、夕立だからすぐに小雨に変わると思うな。小雨なら傘だけでいいかもね。小雨ならレインコートまではいらないんだぜ。そういえば、小雨でも傘を差すのは、日本人だけだって知ってるか？他の国の人は小雨だと傘を差さないの？そうなんだぜ、レイム。しかも、小雨でも傘を差すのは、日本人が忍者の末裔だからなのかもしれないんだぜ。また、突拍子もないことを言い始めるのね。そんなことはないんだぜ。私は日本人が小雨でも傘を差す理由が、現代に忍者の末裔がいる証拠だと、考察しているんだぜ。へえ、面白そうな考察ね。ぜひ、聞かせてほしいわね。いいんだぜ。それでは、解説してあげるんだぜ。皆さん、こんにちは、こんばんは。ゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。今回の動画は、小雨でも傘を差す現代の日本人は忍者の末裔のテーマでお届けするぜ。あなたは、日本人の多くが、小雨でも必ずと言っていいほど傘を差すことに、疑問を感じたことはありますか？実は、それは、日本は世界的に見ても、雨が多いことで知られているよな。そうね、日本は温暖湿潤気候だものね。日本の街並みに小雨が降る中、多くの人が傘を差しているぜ。駅のホームや商店街、通勤途中のオフィス街でも、傘を差している人々の光景を、目にすることができるぜ。そうね、日本の街中では雨が降った時に、傘を差す人をよく見るわ。傘を差していない人を探すのが大変なくらいよ。小雨程度でも傘を差すことは、日本の日常の一部となっていて、外国から訪れた観光客たちは、この光景に驚きを隠せないようだぜ。へえ、海外の人たちにとっては、珍しい光景なのね。例えば、アメリカやヨーロッパから来た観光客は、小雨くらいで傘を差すなんて、と驚くことが多いらしいな。そんなに驚くんだ。小雨とはいえ、雨だからただ傘を差しているだけなのに、不思議ね。彼らの国では、小雨の場合は傘は差さずに、そのまま歩くことが一般的で、傘を差すのは激しい雨の時だけなんだ。言われてみれば、海外では傘を差す人見ないかも。しかし、日本では小雨でも傘を差し、少しでも濡れることを避けるのが、一般的な習慣なんだぜ。確かに、日本ではよく見る光景ね。日本と海外での傘事情に違いが出るのは、なぜなのかしら？それはだな、レイム。日本人の多くが小雨でも傘を差す理由は、日本の雨事情が他の国々と異なり、日本特有の気候条件に基づいているからなんだぜ。日本は雨が多いからなのは確かだけど、雨は雨でしょ？それはだな、レイム。日本は温帯低気圧の影響を受けやすく、湿度が高くなることが多いからなんだ。雨の量だけではなく、湿度が関係してるんだ。日本で雨が降ると、その湿気が街全体に広がり、小雨でも濡れてしまうと、
服や持ち物にカビが生えやすくなり、体調を崩す原因にもなってしまうため、衛生的で快適な生活を保つために、傘が必要となるわけなんだぜ。ああ、確かに、ジメジメしてると具合が悪くなるわ。一方、海外では、雨が降ったとしてもすぐに晴れ上がり、湿度もあまり高くないことが一般的で、傘を差す頻度は日本ほど多くないんだ。そうか、少しぐらい濡れただけなら、すぐに乾いてしまうのね。ところで、レイム。日本では傘の需要が高いせいか、いろんなところで傘を見かけるよな。そうね、コンビニやスーパーで売っているから、急な雨でも困ることはないわね。そんな至るところで見かける傘だけど、ある特徴的なところに気がついているか？特徴的なところ？何かしら？私がよく買うのは、透明なビニール傘だけど。それだぜ、レイム。え？ビニール傘？確かに、特徴的だわね。日本の街中で雨が降ると、透明なビニール傘をしている人たちを、至るところで見ることができるよな。確かに、透明なビニール傘は珍しくないわね。コンビニやスーパーの入り口には、ずらりと透明なビニール傘が並んでおり、急な雨に備えて手軽に購入することができるため、道行く人々もビニール傘を手に入れやすいんだ。私も持っている傘のほとんどがビニール傘だわ。特に梅雨の時期になると、多くの人々がこれらの透明なビニール傘を手に取り、街を行き交う光景が広がっているぜ。梅雨の時期って、雨が降ったり止んだりだものね。朝の通学時間帯には、駅前やバス停で、透明なビニール傘を持った学生たちの姿が見られ、会社員たちも通勤途中にこれらの傘を使い、学校やオフィスに到着するまで、濡れずに済むようにしているぜ。雨が一日中降ってることもあるから、みんな、濡れないようにしているんだわ。他にもお店の行き帰りに、傘を利用している買い物客を、目にすることができるぜ。要するに誰も彼もってことね。でも、透明なビニール傘って世界中にあるんでしょ？それがだな、レイム。日本は世界で一番ビニール傘の消費量が多いんだ。へえ、そうなんだ。ところで、レイム。ビニール傘は日本で誕生したってことは知ってるか？日本で生まれた商品なの？そうなんだよ。雨の日には欠かせないビニール傘は、日本で生まれた商品であり、日本は世界で一番ビニール傘の消費量が多いんだ。やっぱり、雨の多い日本には需要があるからなのね。ビニール傘を最初に開発したのは、東京都台東区寿に本社を置き、雨具などの製造、販売を行う、ホワイトローズ株式会社という会社なんだ。へえ、聞いたことはないわね。傘のメーカーって気にしたことなかったわ。第二次世界大戦の後、当時の傘は綿などの布製が主流だったんだが、水が漏れやすく、さらに染色技術が未熟で色が落ちやすく、衣服を汚すことも珍しくなかったんだ。使い勝手が悪い傘が多かったのね。そんな布製の傘の不便な点を解消した素材がビニールで、進駐軍が使用していたテーブルクロスに目をつけ、布製の傘にかぶせる傘カバーという商品を開発し、この傘カバーを1953年、昭和28年に発売すると、すぐにヒット商品となったんだ。この時はまだ傘カバーだけだったんだ。でも、ナイロンやポリエステルの素材を使用した傘が登場すると、布製の傘と同様に傘カバーも売れなくなったんだ。需要がなくなるとメーカーも悲しいわね。そこでビニールそのもので傘を作ることを思いつき、1958年、昭和33年に、初めてのビニール傘が完成したんだ。さすがはものづくり日本ね。ただし、その当時のビニール傘は、透明ではなく乳白色をしており、このビニール傘は布製の傘の競合品として、問屋での扱いを拒まれ、売り上げも伸び悩んでいたんだ。乳白色って、今でも見かける傘だけどね。
その頃はまだ認知度が低かったようね。その後、1964年、昭和39年に開催された、東京オリンピックの際に転機が訪れたんだが、オリンピックを見るために来日していた、アメリカ人の傘バイヤーがそのビニール傘に目をつけ、ニューヨークで販売したいとの話を持ちかけられたんだ。やっぱり、わかる人にはわかるのね。これをきっかけとして、見通しの利く透明なビニールを使用した傘が開発され、その透明なビニール傘はニューヨークで飛ぶように売れ、日本ではこれを逆輸入する形で、最先端のファッションとして、ビニール傘が全国的に流行したんだ。へえ、最初はニューヨークで売れたんだ。その後に、日本でも売れるようになったのね。そうなんだよ、レイム。では、なぜ世界で一番消費されるくらい、日本ではビニール傘が使われているの？それに、日本人が小雨でも傘を使うのって、日本の気候条件だけが要因なのかしら？実は、これこそが、今なお忍者が存在し続けている証拠だと、考察しているんだぜ。そういえば、この動画って忍者の考察だったわね。ここで、なぜ日本人はビニール傘を使い、小雨でも必ずと言っていいほど傘を差すことが、忍者が存在している証拠となるのか？次は、日本人が小雨でもビニール傘を差すことと、忍者の考察について、話していこうと思うぜ。早く聞かせてほしいわ。海外においても、スパイ映画に登場するような、傘を使った武器も現実には存在するぜ。そういえば、見たことあるかも。傘の中に剣が仕込まれているものや、傘そのものが銃として使用できるもの、傘を開くと毒ガスが散布される仕組みのものなど、多岐にわたる工夫がされているぜ。映画で見ると、ワクワクするものばかりよね。これらの傘は、一見すると普通の傘に見えるため、敵に警戒されることなく、持ち運びができる点で非常に有効なんだ。外見だけ見たら、普通の傘だもんね。日本における忍者は、海外でいうところのスパイと似たような存在だから、忍者も拳銃、毒ガス散布のような使い方もあるけど、忍者は古代日本において、その存在が神秘に包まれていた隠密行動の達人で、現代において彼らは情報収集や暗殺、潜入などの任務を遂行するために、様々な工夫と道具を駆使していると考察するぜ。戦闘というよりは、情報収集がメインなのね。その中でも、雨天時の活動は特に重要で、雨が降ることで足音が消え、跡も残りにくくなるため、隠密行動には最適な条件となるんだぜ。確かに雨の日は、雨の音でうるさいもんね。現代のある忍者が重要な情報を収集する際に、透明なビニール傘を使う理由は、雨が降る中、透明ではない傘を差すと、周囲の状況を確認するために傘をどけながら、見ようと行動することになり、不自然な行動が目立ってしまうが、透明な傘の場合は、周囲の状況をある程度把握することができ、不自然な行動にならず、周囲の人に気づかれることなく、任務を遂行することができるんだ。旗から見てるとこっちの顔はわかりづらいけど、中から傘越しに見る場合は、意外と状況わかるもんね。このように、透明な傘は忍者にとって、非常に有用な道具となっているんだ。隠密行動をする忍者にとっては、ビニール傘はすごく便利な道具よね。さらに、透明な傘は、その素材の特性から、軽量で持ち運びが容易で、必要に応じて簡単に隠すこともできるんだ。畳んでしまえば小さくなるもんね。忍者たちはこの透明な傘を巧みに使い、隠密行動を遂行していたと推察しているぜ。なんか、ワクワクしてくるわね。現代の忍者の活動をスムーズに行うために、ビニール傘が開発されたわけではないけれど、透明なビニール傘は、視界を遮らずに周囲を見渡すことができるため、透明な傘を持つことで、敵に気づかれずに近づくことができ、
同時に自分の身を守ることができるんだ。忍者たちはこの透明な傘を巧みに使い、隠密行動を遂行しているのかもね。でもね、マリサ。今までの話だと、ビニール傘は忍者にとって便利な道具よねってだけで、現代にも忍者が存在している証拠にはならなくない？いいところに気がついたな、レイム。ここで、日本人が小雨でも傘を差す習慣につながるんだ。小雨でも傘を差すのは、湿気の多い日本の気象条件のためでしょ？確かにそれもあるんだが、いくらなんでもほぼ濡れずに済む場合でも、日本人は傘を差す人が多すぎじゃないか？確かに、傘を差す必要あるかな？って時でも、意外と傘を差す人って多いよね。そうだろ？レイム。やはりここでも、忍者の存在を隠すために、忍者の策略として、日本人は小雨でも傘を差すように仕向けられたんだ。ああ、木を隠すなら森の中、ってやつね。その通りだよ、レイム。周囲の人が小雨でも傘を差すようになれば、忍者が活動しやすくなるだろ？確かに、一人だけ傘を差している状況なら怪しいもんね。そうなんだ、だから、多くの日本人が小雨でも傘を差す状況。これこそが現代にも忍者が、存在している証拠として考えられるんだ。なるほど、確かにその考察を聞いたら、必要なさそうな小雨でも、みんなが傘を差している状況も納得だわ。そうだろ？レイム。さらに、日本人はなぜか普通の傘より、ビニール傘を選んで使ってる節があるんだ。確かに、普通の布地の傘ではなく、あえて、ビニール傘を使ってる人が多い気がするわね。そんな気がするだろ？これもやはり、本人も気がつかないうちに、周りの状況を把握しやすくするために、本能的にビニール傘を選んでいるんじゃないか？へえ、知らないうちにビニール傘を選んでいるんだ。だから、ビニール傘を差している日本人は、忍者の末裔ではないかと考察しているんだ。持っている傘のほとんどがビニール傘の私は、忍者の血を引いているのかしら？ところで、一つ疑問があるんだけど。なんだい？レイム。日傘を差すのは、日本人女性だけって聞いたことあるんだけど、これも忍者は関係あるの？いいところに気がついたな、レイム。実は、日傘についても考察してるんだ。日傘は忍者とどう結びつくの？日傘は主に女性が使うだろ？だから、日傘は忍者の女性版である、くのいちが使っていると考えているぜ。くのいちが日傘を差してたら正体がバレるんじゃない？くのいちが日傘を使った活動については、隠密というよりは陽動が主なんだ。陽動なの？日傘を差していると目立ってしまうだろ？そうね、日傘を差す人はそれほど多くないもんね。くのいちが日傘を差して注目される裏側では、他の忍者が隠密行動をしているのさ。なるほど、手品でいうところの、ミスディレクションってやつね。もちろん、くのいちだって隠密行動をすることはあるんだが、サポート役が必要な時に日傘を使うんだ。忍者はチームで動くこともあるのね。ただ、日傘については日本人だけでなく、韓国、中国、ベトナムといった、東アジアの地域では日傘を差すそうだが、これは、かつて忍者が近隣諸国の、情報活動を行っていた際に、くのいちが使っていた日傘を見た人々によって、広まっていったんじゃないかな？この辺に関しては少し根拠は薄そうね。でも、道行く人の中に忍者がいるかもしれないとはね。現代にも忍者がいるかもしれないなんて、ロマンのある話じゃないか。身近に忍者がいるかもしれないなんて、ワクワクするわね。今回の考察はいかがだったかな？とても楽しかったわ。説得力はあったかな？納得する部分もあったわね。日本での小雨でも傘を差す習慣や透明な傘の普及は、忍者の存在とその技術を、
垣間見ることができる一つの証拠なのかもしれないんだ。とても興味深い内容だったわね。透明なビニール傘は、実用性と手軽さを兼ね備えた、日本の街並みの象徴となっており、忍者たちの知恵と工夫が、現代にも受け継がれていると考えると、日常の中に忍者の存在を感じることが、できるかもしれないんだぜ。忍者の知恵と工夫が、現代にまで受け継がれている証として、これからも透明な傘は、日本の街並みに、欠かせないアイテムとなるかもしれないわね。現代の日本において、雨の日に、オフィス街や商店街、駅のホームなど、人々が透明な傘を使っている光景は、どこにでも見かけることができますが、もしかしたら、それは、当チャンネルでは、これからも、忍者に関する様々な考察をお届けしたいと思います。この動画が面白いと思った方、忍者のことをもっと知りたいと思った方は、コメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画をお待ちください。